インフィニティチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。三浦です。秋代です。よろしくお願いします。お願いします。今日はですね、この間、秋代の動画の中で、サーボの設定の仕方をやってたんだけど、はい、サーボホーンの取り付け方、はい、でそれをやってて、で高明の中でも逆に言うとサーボホーンの話をやった中で、まずね、秋代がその標準で使ってるよって言ったところ、このダイヤルボタン、はい、ここの使い方っていうのは昔からこれダイヤルってあるんだけど、意外とみんな機能を入れなかったりとかする人が多くて、多くは実際自分が使ってた時はここにブレーキを入れたりとか、オンロードの時はエキスポ、ステアリングエキスポを入れたりしてて、オフロードの時はここにブレーキを入れたりしてたんだけど、でここで機能を入れるっていうのも当然あって、ここトリム入ったり、エンコンのトリム入れたりとか、ステアリングでデュアルレードをここに持ってくるとかっていう定番のことをするんだけど、このダイヤルの使い方っていうのは意外と使ってなかったりとか、意外とエキスパートの人ってプロどういうふうに使ってるのかなっていうのが結構気になると思うんだよね。でまず逆に言うと、このダイヤルにどうやって入れるかっていうのがわからない人も結構いると思う。なるほど。知ってる？入れ方。だいぶニヤニヤしてるけど。なるほど。じゃあ、まずこの間秋代の動画でこう触ってた。はいはい。これ今秋代の俺はちょっと違うふうにしてんだけど、この秋代の今ここは何の時にいじるっていうのを教えてほしいから、俺逆に何をどうやって使ってるのかわかんない。秋代がここを知りたいですか？知りたいです。なるほど。はい。機能に関しては箱出しなんですよ。だから便利。じゃあ箱出しでも俺この間見て打角調整でここをいじってたでしょ。はい。それ自体が逆にびっくりしちゃって、俺そういう風に使った時はなかった。俺こっちの上で増えるボタンをポチ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 押してたわけ。で今日はここでだいぶこうぐるぐるっとかっこよくやってたから。これ知らないです。デュアルライトとりあえずやるんですけど、こことこうやって増える減るじゃないですか。ここでもただね、別にここでも一緒なんですよ、機能。最初。ああ、なるほどね。今プラスの方に行って、こっちがマイナスに、右にマイナスだし。それはね、デュアルレードだけはそこになるってこと？いや、全部一緒です。例えば、じゃあ項目として、じゃあもう持って上に行くし、も全部これでできるし。ということはこの機能を、ここの機能をこれで持ってきてるってことかね。多分そうだと思います。多分そういうことになると思います。はい、最初からそれだったんで。あ、ここの上下をここでできるんだ。そうです。それが知らなかったから。右に行けばこの下と同じだし。皆さん、エバークスといえども、こんなにみんなプロの使い方知ってるようで知らない人たちいっぱいいるんですよ。なるほど。あ、それは当たり前とされているの？俺本当に秋代ので初めて知ったから。昔 M12 を使ってた頃って、もっとアナログだったじゃないですか。これダイヤルっていうかで、これで触ってるうちにお客さんが「あれこっちでもできるよ」って教えてくれたんですよ。あ、なるほどって、アナログになったと思って。だからお客さんの方が逆に言ったらワークスだね。確かにお客さんの方が、機能に関してはよく知ってます。確かにそうなんだよね。それはもうすごく。じゃあここでこれができると。勉強だったら1個。いや、勉強なんだ。で、じゃあ逆に高明はどういうふうに違うんだよ。俺あれを見てスイッチ入れて、こうスイッチ入れてやろうと思ってこう回したら、これね、俺を回すとカーブになっていてそれなんでかなと思ったら、俺世界戦の時にここを回すことで要はカーブを変えていたので、ステアリングカーブ、要は前回の世界戦の時はグリップがすごく良かったから、反応した瞬間にハイサイドしてしまうっていう時に、ここでもう何パーセントダウン何パーセントアップっていうのをすぐそこでやって調整をしていたのよ。でそれを忘れてて、秋代のを見て真似しようと思ったらもうカーブしか何やってもカーブしか出なくて、
あれって思って、だけどエンジンの時はこういうふうに俺はここにカーブを入れてたんだっていうのを再確認してその忘れちゃうよね。世界中から使ってなかったから変えたりするとそういえばっていう、いろんな機能もここで調整はできるんだけど、今こういうのはここはカーブにして今やってるっていうのはだからこういうところに使いたい機能を持ってくると、とっさの時にね結構使いやすいから、だからさっき言ったようにここ触って動かないと思ってもここに入れとけばすぐできるし、やっぱ曲がんない車の時はエキスポカーブをかけてあげると、動くようになるから、曲がるように感じ取ることもできるし、さっき高木君言ったように世界戦の時ってグリップ良すぎるからマイナスカーブにするっていう時に、その時にわざわざモードを出してたら時間がないからここにするとか、逆にここに入れとくとエンジンガンの時ピッと入った時に次のタイヤ交換の時にピッて進められるから、機能としては便利なのね。そういうのでプロコはどこに何っていうのは自分でやりやすいようにはカスタマイズしていく、でも意外とそういう意味ではみんな機能を使ってないんだね、そうですね、思ったよりこんなにいろんなものがあったところでモデルとそういったことしかしないっていう高くトリムぐらいですね、だから逆に言ったら使いやすい機能を自分でここに入れるっていうのも一つのポイントだと思うので、皆さんまたいろんなことをやってみてね、逆に言ったらね、なんかこういったことの質問があったらまた聞いていただければ、さっきテレビもいますし、逆に言ったら iFace のとこインフィニティの方にコメントもらえればね、お答えしますので、またやってみてください。